はい、こんにちは、やすさんです。こちらの動画では、リップルや SEC 関連の最新情報について共有の方をしていきたいと思います。海外の方から情報の方を精査してまとめておりますので、ぜひですね、最後までご視聴いただければと思います。はい、ではですね、早速解説の方を始めていきたいと思います。SEC 対 LBRY 訴訟の最終裁判判決が下る、リップル訴訟に影響はということですね、解説の方を始めていきたいと思います。要約の方をまとめまして、今回ですね、LBRY、リップル社と同様ですね、SEC から訴訟を受けていた企業になるんですけども、いよいよですね、最終判決が出たということで、まずですね、要約まとめとして、共有の方をしていきたいと思います。SEC 対 LBRY の最終判決が下り、今後数ヶ月かけて LBRY 社は完全閉鎖。同社のトークン LBC トークンの二次販売について裁判官は判決をしなかった。二次販売っていうのはですね、それぞれの企業がですね、まずはじめに、企業とか個人に、自社のトークンを販売する、一次販売、に比べて、その販売して受け取った方たちが今度市場で販売するものを、二次販売と言われてるんですけども、その二次販売についての有価証券のね、有無っていうのは裁判官は今回判決をしなかったと。で、ジョン・ディートン氏はこれで SEC が二次販売について主張することができなくなったと考えますと、考えるということですね。で、あと LBRY 社 CEO は SEC の誰も連邦裁判官自身も法律が何を許し何を許さないかを私に教えてくれることはなかったとコメント。ホーガン弁護士は一時販売差し止めはエスクローからの販売を差し止めることになるので、リップル社にとって大きな問題になるが、二次販売に及ばなければ今後のビジネスプランには影響せず現状維持であると考える。で、裁判官は LBRY 社を悪質とし、法定最高額の罰金を課すことが適切と判断。ホーガン弁護士とビル弁護士は、この判決は市場ガイダンスや解決も与えず、関係者全員を傷つけ、損害を与えたと意見を共有していますということで、まとめさせていただきました。で、LBRY 社と、CEO とですね、僕の動画でいろいろ紹介させていただいている弁護士の方もですね、様々な方たちがコメントされておりますので、そちらもね、情報の共有の方をしていきたいと思います。まず LBRY 社のツイッターでですね、SEC 対 LBRY の最終判決が出ました。裁判所の命令と我々の公約に従って、我々は今後数ヶ月かけて LBRY 社を完全に閉鎖する予定だ。今後 LBRY がどうなるかについては、それは皆様次第ですと。で、LBRY ネットワークには3000万のコンテンツ、170万のオンチェーン ID、有名なコンテンツクリエイター、毎月数百万人が利用するアプリ、高品質のオープンソースコード、BTC とイーサリアム以外のトークンの中で最も明確な規制上の地位、もしかしたらこれからが最高潮かもということで、今回ね、この訴訟で一旦ビジネス、LBRY 社を完全に閉鎖してしまうんですけども、続いたコメントにはね、こういった意見もありますので、もしかしたらビジネスね、LBRY 社を、潰したとしても、他の名前とかでまたね、企業の方立ち上げる可能性もあるかと思いますけども、またですね、引き続き情報を追っていきたいと思います。はい。で、まずですね、ジェームズ・フィランさんがこの件についてですね、公式、ドキュメントの方公開の方してくれました。LBRY 訴訟において、裁判所は本件の救済措置部分に関する判決を下したということで、ドロップリンクの方を共有してくださってますので、僕のね、今回の動画の概要欄の方に、今回の動画の元記事のリンク貼っておきますので、そのクリックしていただいて、ドロップボックスですね、こちらクリックしていただきますと、内容のね、公式文というのは見ることができます。はい。で、まず、ジョン・ディートン弁護士ですね。集団訴訟、弁護士のジョン・ディートンさんですね。私はカステル判事がテレグラムで行ったように、トークンそのものが有価証券ではないことを明確にするように判事に求めたと。テレグラムっていうのはですね、同じように SEC からね、訴えられた、グラムっていうトークンだったかな。っていうものに対して、同じようにですね、明確するように判事に求めたと。で、判事は、そのような具体的な問題は議論されていなかったとし、司法の制限を守ることを重要視しているため、そうすることを拒否したと。つまり、明確にするね、判断することを拒否したと。
で、単に LBC トークンを保有したり、消費目的で購入したりするだけでは、第三者を差し止め命令の適用範囲に入れるには不適切であると。二次販売を含めるのは不適切であると。で、また、差し止め命令の対象ではない個人や団体による LBC の流通市場での販売に登録義務が適用されるかどうかについては、私は何ら意見を述べないと述べましたと、裁判官がね。と述べ、この問題を見送りましたと。で、私は判事が11月と1月の公聴会のように積極的でなかったことに失望しているのだが、彼は超保守的であることを選んだと。しかし SEC はこの判決が流通市場に適用されることを主張することはできない。何も言わないよりはマシだということですね。で、これに対して一般ユーザーの方ですね、もし裁判官が何も言わなければ SEC は彼の決定が二次販売にも適用されると主張することができるからだと。これによって同判事の判断が初回販売にのみ適用されることが明らかになった。SEC はそれをネタにすることがもうできないということでね、コメントもされてまして、何かと言いますとね、裁判官は判断しないことを述べないということを述べてるんですよね。だから私は何らこれに関しては意見をしませんよっていうことを述べたと。だからその意見をしないってことを述べたってことは、もう二次販売についてはもうこれからね、検討される余地はないのかなっていう意味で、そういうことでね、コメントされてるのかと思います。この一般ユーザーの方もそういう意味で受け取ってるのかと思います。で、これに対してですね、SEC にね、訴訟を起こされた LBRY 社は、SEC は自分たちがやっていることをよく分かっていて、ルールに従おうとする有料な裁判官をうまく利用していますと。だからね、司法の権限をね、超えないように、司法の制限を守ろうとするね、重要視しているような裁判官ということで、模倣裁判官みたいなもんですかね。そういったものをうまく利用していますと。で、当人の、LBR バイ社の CEO であるジェレミー・カウフマン氏ですね。私がこれまで望んできたのは法律に従うことだけだ。SEC の誰も、連邦裁判官自身も法律が何を許し何を許されないかを私に教えてくれることはなかった。もしアメリカ政府に法のルールがあれば私はそれを尊重するだろうと。だから私はアメリカ政府を尊重しないし謝罪するつもりもないということでね、強気のコメントをされています。で、これに対してジョン・ディートンさんですね。これは私にとって問題だと。マーク・ファゲルさんはこのようなケースで両方の立場を取ってきましたが、私には不当に懲罰的だと思える。もしあなたが2022年11月の公聴会の記録を読んだのなら、ジェレミーが裁判官に自分の考えを我慢せずに話したことを知っているはずだ。同じ調書の中で裁判官は SEC に対して公正通知の公弁を否定したが、LBRY が行動を起こしたとき、市場には大きな混乱があったことを理解すべきだと述べましたと。一貫性がなく不適切で懲罰的だと思う。つまり、あなたは私が法を犯したと判決した後も反省の態度を示さなかったので、私は最大限の処罰を下すということだ。これについてどう思いますかということですね。ユーザーというかね、世論に、投げかけております。で、ジェレミー・ホーガン弁護士の方はですね、SEC 対 LBRY 訴訟の最終判決が出たと。判事は流通販売、については判決を下さなかった。彼はさらなる違反を差し止め、ペナルティを課した。リップル社訴訟でも同様の結果が出る可能性はあるだろうかと。はい、可能性はありますと。しかし裁判所はこの問題について裁判を行うには、公正通知の公弁が不十分であると証明しなければなりません。また、裁判所は差し止め命令による救済措置を提供するためには、XRP の過去及び現在の販売が投資契約であると認定しなければならない。差し止めによる救済措置はエスクローからの販売を差し止めることになるため、リップル社にとって大きな問題となるだろうと。だから一時販売に関してはエスクローっていうのはですね、リップル社が持ってるですね、ロックしている、XRP トークンですね。だから一時の販売の分ですね。それに対して一時販売だけが規制されたら、リップル社にとってはそれはそれで大きな問題だろうと。しかし、リップル社のビジネスプランに支障をきたす可能性のある問題を解決する可能性があると。日市場販売に関する裁定は現状維持であると。だから二次販売については、お咎めなしということをされれば、ビジネスプラン自体には大きな影響には与えないということで考えられています。つまり、コインベースが再上場するとは思えないが、他の取引所が上場廃止する可能性はないだろうということだと。だから二次販売ね、二次販売がそれがね、明確になれば、規制されない二次販売に関しては取引所で販売される分には大丈夫だよってことが分かれば、他の取引所っていうのはね、XRP を別に市場で販売しても問題ないわけですので、それ二次市場がね、助かった段階でリップル社はビジネスとして、継続できるだろうと。
で、そして私が気に入らないのは、判事がこの最終段落で SEC に示した信頼と市場の混乱を理解していないことだ。非常に残念だということで、この文章の方ね、共有の方をしてくださったんですけども、このね、翻訳になりますのがこちらになります。このような状況下、第1段階の罰金として、法定最高額を課すことは適切であると判断する。特に LB や RY の不正行為は、登録要件に関する SEC の見解が明らかになった後も継続されたため、その違反は単なる無登録募集よりも悪質であると。罰則はまた LB、RY や他の者が無登録の募集を行うことを抑止するためにも必要であり、同時に以下の点も考慮には入れていますと。LB、RY は大きな罰金を支払う資金がないと表明していますということですね。だから SEC のね、肩をちょっと持っているようなね、文章が書かれております。で、さらにジェレミーさんですね。結論としてこの判決は市場ガイダンスはほとんど提供せず、誰も保護しなかったと。実際関係者全員を傷つけた。SEC の帽子にまた新しい飾りがついただけだ。それだけだということですね。だから SEC が被っている帽子があるようだったらそこにバッジがついたようなイメージですかね。一つ勝ったというようなね。そういったことでコメントもされています。で、そしてビル・モーガン、弁護士はですね、このようにコメントしています。LBC トークンそのものが有価証券であるかどうかについて、この判決は市場に何の解決も与えない。裁判官はこの問題を回避し、主要な疑問の考え方を検討しなかった。この裁判は一企業とその従業員に損害を与えただけで何の成果もなかった。法廷を通じた明瞭さとはこの程度のものだということで、ビルさんもですね、文章の方、共有の方してくださってます。で、こちらが翻訳になります。SEC は LBC の第三者購入者に対する救済を求めていないからである。LBC の第三者購入者に対する救済を求めてはいないため、私はまた LB やアルバイ社及び法定代理人からの LBC の第三者購入者が以下のいずれかに該当するかについて裁定するよう求める要請も辞退すると。LBC 自体が証券である。この問題は本件では争われていない。したがって規則65に従い、差し止め命令の対象とならない個人または法人による LBC の流通市場での売り出しに登録業務が適用されるか否かについて、私はいかなる立場も取らないと。で、トーレス判事は、リップル社の訴訟において、XRP 自体が証券であるかどうかの問題にも対処しない可能性がありますと。私は彼女がバルバドーロ判事よりもそれを処理する可能性が高いということは認めますが、彼女がそうすることをずっと悲観してきましたと。だからトーレス判事はもしかしたらその二次販売についても考えてくれるかもしれませんけども、そうしないっていう可能性も悲観して考えてきたと。しかし、コインベース訴訟における SEC の最近の提出書類から、トークンそのものが有価証券であるという、SEC の理論であることが分かっていると。SEC はもうトークンそのもの自体が有価証券であるっていうスタンスということですね。で、彼らは LBRY とリップルの訴訟で裁判所にこの問題について判決を下す機会を与え、市場に明確性を与えることを避けるためにこの問題を争うことは避けていましたと。また文書の方ですね、引用して、くださってます。ここにはですね、暗号資産証券を発行者から直接購入した投資家と二次取引プラットフォームで購入した投資家を区別しないと書かれております。ということでですね、今、いろんなね、弁護士の方がコメントの方をしてくれてます。まだですね、情報の出たばかりですので、これからまたですね、いろんな話題がですね、盛り上がってくる可能性もありますけども、皆さんね、気にしている通り、リップル社の方がまだ略式判決決まっておりませんので、先立ってですね、今回 LBRY 社が最終判決を下されたということで、これがまたね、どのようにリップル社にもね、影響されるのかっていうのはですね、また弁護士の方たちもいろいろ意見の方ですね、共有の方してくれるかと思います。実際にね、また情報の方進みましたら、僕の方でまたですね、共有の方をしていければと思います。ということで、僕の方でですね、今、SEC 関連、リップル関連ですね、あとはフレア、ソロジェニック、コアリウムですね、イノシス、ステーク X ですね、関連、毎日海外から情報の方を精査してまとめております。動画の方も毎日配信できるように頑張っておりますので、よかったらですね、また別の動画も見ていただければと思います。また、質問に関してもですね、受け付けておりますので、動画のコメント欄、概要欄の方に僕の公式 LINE のリンク貼っておりますので、何か気になることとですね、わからないこととございましたら、そちらからご連絡いただけましたら、すぐに僕の方で答えをさせていただきますので、よろしくお願いいたします。
はい、ここからはですね、宣伝になってしまいますが、限定公開安産流ハイブリッド資産運用ということで、今仮想通貨で2万円の元手に10ヶ月で500倍の1000万円突破、現在専門知識経験不要の不労所得スターシステムを開発して、月利20%以上で資産爆増中、0から30万円稼ぐ秘密の裏技、爆発的に増やす自動売買システム、500倍に資産を増やすとメソッドですね。こちら僕の公式 LINE の方に登録してくださった方に、漏れなく全て無料でプレゼントしております。動画のね、概要欄、コメント欄にも LINE の登録リンク追加しておりますし、あとはね、元記事の一番下スクロールしていただいて、プレゼントの受け取りですね、クリックしていただけますと、LINE の友達追加の画面に入りますので、そちらからね、登録してくださった方に全てね、漏れなく無料でプレゼントしておりますので、よかったらこの機会にね、お友達追加していただければと思います。あとはね、今回の動画の内容でね、ちょっとわからないところがあったとか、もうちょっと詳しく聞きたいとか、あとはね、仮想通貨全般の質問も受け付けておりますので、何か気になることとかね、聞きたいことございましたら、LINE の方からお問い合わせいただければ、僕の方からですね、すぐ返答の方させていただきますので、よろしかったら、友達追加の方よろしくお願いいたします。はい、では長い間ご視聴いただきありがとうございました。